ドコモ Sounds of Story 浅田次郎 Library 81.3 J-Wave。 人殺しがこんなに難しいものだとは思ってもいなかった。場所は人影どころか鳥も獣もいないすすきの原野で、時刻は草木も眠る真夜中の1時である。腰に下げた銃剣は魚だってさばけるぐらいに研ぎ上げた。しかも憎らしい男の背中は全く無警戒に目の前を歩いている。今しかない。小銃を投げ捨て銃剣を抜き、体ごと突進して肺嚢の下の腰のあたりを突き通せばいい。銃剣の柄に手をかけた途端、和田市長がはたと立ち止まった。鍋、これ参ったぞ。え？中隊本部なんてどこにもないぞ。笛塚は敵に占拠されちまってる。おい、姿勢を低くしろ。そこいらに保証がいるかもしれん。潜み声で言いながら和田市長はすすきの中に身をかがめた。どうします、和田市長。すっかり個人的な戦意をそがれて辺りを見渡す。星明かりの中でしばらく目を凝らしていると、なるほど、砂丘を少し下った小高い丘の周辺に対抗部隊の白旗を掲げた戦車が1両、方向を斜めにして止まっている。耳を澄ませばジーゼルエンジンのうなりも聞こえた。うわ、戦車がいる。無反動砲も。つまり我が中隊本部は戦車1両を含む優勢なる敵1個中隊に吸収されて、あえなく玉砕というわけだ。和田市長は迷彩服の胸ポケットからグリースの缶を取り出して渡辺に手渡した。しっかり塗っとけ。捕まったらお前すっぱだかにされてなぶり者だぞ。顔にグリースを塗りたくる間、和田市長は辺りの枯れ草をかき集めて渡辺の鉄棒や肺嚢にくくりつけた。お前夜間石膏初めてか。こんな偽装じゃすぐに見つかっちまうぞ。行くぞ鍋。小声で言うが早いか、和田市長は中腰のままススキをかき分けて歩き出した。富士山を間近に見上げる急勾配の砂地を登る。行くってどこ行くんですか？黙ってついてこい。説明してる暇はない。しばらく登った時、不意に頭上で破裂音が聞こえたと思うと、周囲が真昼のように明るくなった。動くな、そのまま。和田市長は一声叫んだなり、かかしのように立ち止まった。渡辺も小銃を胸に抱えたまま光の中で凍えついた。照明弾だ。こういう時はとっさに伏せてはならない。動けば発見されてしまう。輝かしい光を発しながらパラシュートをつけた照明弾がゆっくりと夜空を漂っている。笛塚のあたりで機関銃の音がし、歓声が上がった。怖いもの見たさで顔だけを振り向ける。陣地から踊り出た何人かが草むらに身を隠していたらしい兵士を引きずり出す光景が目に入った。残敵相当だ。バカなやつだな。早く出てくりゃいいのに。隠れてるから捕虜になる。クソでもしてたんじゃないですか？そうかもしれん。あるいは石膏に出ていてなかなか戻ってきたがだ。夕間に気の毒な捕虜は見知らぬ対抗部隊の隊員たちに取り囲まれ、たちまちサンドバッグになった。見ず知らずの部隊同士が3日3晩も寝ず食わずで戦争ごっこだからな。捕まりゃああなる。辺りが闇に帰ると、和田市長は再び砂地を登り始めた。鍋、状況を説明する。我が小隊は敵中に孤立。笛塚から日向山にかけての防御線はすでに敵の制圧下にある。ということはだ、石膏が小隊に戻るにはあの馬の頭の稜線まで登って敵の警戒線の間撃を突破しなければならん。渡辺は富士の山腹からちょうど馬の頭のように突き出た大地を見上げた。月は糸のように細いけれども、その分満天の星が火山灰の大地をしらじらと浮き上がらせていた。一等陸士渡辺正也が和田市長を殺そうと思い立ったのは
何も昨日今日のことではない。つまり動機らしきものは、彼が新隊員教育隊から第4中隊に配属されてこの方、山のように積もり重なっていた。まず配属初日の晩に言われなき制裁を受けた。体内クラブからひどく酔っ払って帰ってきた和田市長が6人の新隊員を屋上に呼び出し、片っ端から殴り倒したのである。お前ら殴られた理由がわかるか？と和田市長は言った。誰にも思い当たる節はなかった。言ってみろ。はい、自分は和田市長に決令をいたしました。問われた一人が当てずっぽうに答えた。何？決令？そうか。お前俺に決令したのか。気がつかなかったな。決令文のビンタを見舞われて新隊員は鼻血を流した。次言ってみろ。はい、自分は部屋長のベッドを取り忘れ栗山市長に整頓していただきました。なんだと？それは本当か？はい。再びやぶ蛇の鉄拳が新隊員の方に炸裂した。次お前はわかるな。和田市長の満面筋肉の顔を前にしても渡辺は殴られる理由を思いつかなかった。自分はわかりません。何よ！目から火の出るような往復ビンタだった。踏みこたえて不動の姿勢に戻ると和田市長は坊主頭に血管を浮き上がらせて怒った。自衛隊に分かりませんという返事はない。分かったか？はい、分かりました。渡辺西悪くありました。よーし、なかなか飲み込みのええやつだ。次とこんな調子で6人全員に制裁を加えた後、和田市長はおもむろに言った。お前らが殴られた理由を教える。俺は今日虫の居所が悪かった。すでにその時渡辺は和田市長に殺意を抱いたのだ。3人期目の陸市長といえば旧軍隊でいうところの6年兵の上等兵である。軍隊は星の数より面子の数であるから、これは偉い。戦後25年を経て時は高度成長の真っ只中だというのに、駐屯地の中は相変わらず時間の止まった真空地帯だった。その上和田市長の偉さは面子の数ばかりではなかった。空挺レンジャー、最精鋭の自衛官たる空挺団とレンジャー部隊の教育を経てきた和田市長の作業服の胸には名誉ある2つの記章が燦然と輝いていた。おまけに銃剣術は3段、都市格闘術、つまり素手の喧嘩は連隊のチャンピオンである。こんなこともあった。おい鍋、ちょっと待て。お前便器を洗うのになぜたわしを使う？そう言われても便器は柄付きのたわしで洗うものと決まっている。自衛隊のみならず多分日本国中、いや全世界共通の習慣だと思う。バカ野郎、便器は素手で洗うものだ。え？素手でありますか？そうだ、雑巾も使ってはならん。手で洗え。ここで抗弁をすればビンタは必死である。渡辺は目をつむって便器を一つ素手で洗った。金隠しの裏も洗え。そんな場所は日頃柄付きたわしでもそうそう洗わない。案の定手触りは不気味だった。これでよろしいでしょうか？点検願います。よしと和田市長は洗い上げた便器をしげしげと眺めた。やればできるじゃないか。このくらい磨けば不潔などころか舐めてもきれいだ。はい、以後気をつけます。そうか。では舐めてみろ。和田市長の目は座っていた。冗談で言っている風はない。どうした鍋、舐めてみろ。和田市長、それは
例えばの話だと思いますが。自衛隊にはもしもたらも例えばもない。なめろ。うずくまって金隠しを舐めたとき、渡辺ははっきりと殺意を抱いた。こいつをいつか殺してやる。一等陸士に昇任したばかりの頃、徒手格闘術の訓練で半殺しの目にあったこともある。乱取りが終わった小休止の時間に和田市長と目が合った。鍋、面つけろ。自分ですか？そうだ。首回しとけ。渡辺が立ち上がると、満場からおーっと驚きの声が起こった。受けて立つぞという気迫が伝わったのである。礼を交わし半身に構えたとき、和田市長の体が怪物のように大きく見えた。でかい。こんなでかい人間は見たことがないと思った途端、早くも回し蹴りが横面に命中して、渡辺は居並んだ隊員の中に吹き飛ばされた。どうした？軽い軽い。立てよ。かかってこい。やめとけ、鍋。と、助け起こしながら、同期の隊員が耳元で言った。途端に、やめるどころか、積もり重なっていた殺意が燃え上がった。野郎。ぶっ殺してやる。記憶にはないのだが、はっきりとそう言ったらしい。再び立ち向かった時の和田市長の嬉しそうな顔は覚えている。それからのことは全く覚えていない。むやみに手数は出したが、手応えを感じるほどの打撃は一つも与えられなかったと思う。その代わり、ものの1分間で半殺しにされた。おい、鍋。人を殺すってのは口で言うほど簡単じゃねえんだぞ。わかったか？救急車の世話にはならなかったが、しばらく首が動かず、顎が痛くて飯が食えなかった。いつか必ず殺してやる。その時から殺意は誓いに変わった。お前の親父、何やってるんだ？馬の頭の頂に座り込んで、和田市長は軍手をはめた両手でマッチの火をかばいながらタバコをつけた。酒飲みすぎて血吐いて死にました。へえ、のんきな親父だな。おふくろは？再婚してうまくやってるみたいです。みたいか。それものんきなもんだな。膝の上にビニール袋に入ったタバコとマッチが投げられた。いただきます。ゴミは穴掘って埋めろ。火は気をつけろよ。タバコの先っぽだって1キロ向こうから見えるんだ。和田市長は穂先を手のひらにくるみ込むようにしてタバコを吸っていた。で、ぐれてブラブラしてるところを知連の勧誘に捕まったと。いえ、志願です。自分で浅草の募集事務所に行きました。へえ、今時珍しいやつだな。確かに珍しい。世は高度成長の真っ只中で、若者が職場に不自由することはない。同年代は皆下馬棒を振り回すか、ピースマークを胸につけて風天をやっている。しかも海の向こうではベトナム戦争が竹縄だ。志願した理由は？ないです、別に。バカかお前。和田市長は肺のを枕にして斜面に横たわった。じゃあ和田市長はどうして入隊したんですか？バカだからさ。ちゃんと答えてください。理由なんかねえよ。お前と同じだ。だからバカさ。答えになってないです。殴るぞ。殴りかかってきたら刺し殺してやる。和田市長は存在そのものが凶器なのだから、正当防衛を証言してくれる隊員もいるだろう。
これはいい方法だと渡辺は思った。あっち行ってみるか。3時の方向。正体とは逆ですけど。ハイキングしようぜ。どうせ明日の朝には状況終了だろう。敵陣の中をうろうろするよりマシだ。それ敵前逃亡じゃないですか。石膏は笛塚から日向山に転進中、優勢なる敵戦兵一個半と遭遇。これを回避しつつ、馬の頭から次郎右衛門塚方向に転進。包囲線を突破して小隊位置を目指すも状況終了と。どうせ戦争ごっこなんだからシナリオはこっちで作ろう。なあ鍋、さっきの話だけど思い出した。さっきの話って？入隊理由だ。親父を殺し損なってよ。刺すには刺したが人間を殺すのは難しい。不意に喉の渇きを覚えて渡辺は冷え切った水筒の水を飲んだ。それで自衛隊ですか？家に帰れなくなったとか？いや、親父には別の家があったから少年院から戻ったって帰る家はあった。だがまた人を殺しそうな気がして怖くなった。親父さんを？違う、誰でもいいから殺したかった。通りすがりのやつだってな。そろそろ行きますか。雪が降ってきたみたいですけど。ここで漏洩する。雨衣を着て毛布をかけろ。和田市長は灰のを下ろすと塩ビの爆着を解き、砂の上に棺桶の大きさの穴を掘り始めた。よーし、ここにすすきを敷いて毛布をかけりゃ案外暖かい。こんな野営の方法は教育隊でも習わなかった。多分眠れはしないだろうが寒さは幾分しのげる。砂とすすきの寝床に仰向いて毛布をかけると星空に浮かぶゆりかごに横たわっているような気持ちになった。和田市長。なんだ？星が動いてるんですけど気のせいですか？地球が回ってるんだ。腹の上にコツンと何かが飛んできた。板チョコが半分。食え。いただきます。歯は磨かなくていいですか？勝手にしろ。メロンの夢を見た。果物のメロンではない。歌舞伎町の自衛隊御用達キャバレー、ハワイ3号店のメロンだ。メロンは自称20歳だが、多分5つか6つはサバを読んでいる。ただし、そんな嘘はどうでもいいくらいの美人だった。ハワイ3号店の地下1階フロアは完全なる市ヶ谷駐屯地の御用達で、駐屯地内にある対内クラブをもじって対外クラブの異名さえあった。少なくとも20坪ほどのフロアにぎっしりと並んだどのボックスにもシャバのサラリーマンや学生の客がいた試しはない。ごくたまに海上や航空や陸上の広報部隊の隊員が来ることはあったが、おおむね第32普通科連隊の専用である。初めてその店に行った時から渡辺はメロンの虜になった。ストレートヘアにつけまつげ、アイラインにアイシャドウという化粧はどのホステスも人形のように一様だが、メロンは間違いなく顔立ちが整っていた。七色のライトが慌ただしく点滅する地獄のような闇の中でホステスの美醜を見極めるのは難しい。しかも売れっ子のメロンはたとえ指名をしても5分とは席に落ち着いていない。そうした過酷な状況下でも間違いなく美人と思えるのだから、まずその美しさに疑いようはなかった。外出のたびに渡辺はハワイ3号店に通った。二等陸士の頃はままならぬ外出も一士になれば週に2度や3度は可能になる。ただし毎度ハワイ行きとなると金が続かない。
そこで多くの虜たちがそうするように、渡辺も市ヶ谷駅前にある自衛隊御用達の金貸しの世話になった。そうまでしてもメロンに会わなければ気が済まなかった。夏のボーナスが支給されて間もない日曜、ついに昼間のデートをした。白日の下で見るメロンの美しさ、愛らしさは渡辺の期待をいささかも裏切らなかった。渡辺は生まれてこの方最も幸福な一日を過ごした。新宿の喫茶店で待ち合わせ、後楽園の遊園地でジェットコースターに乗り、また新宿に戻って映画を見た。それから先は金も度胸も時間もなかったが、渡辺は満足した。少しも大げさな形容ではなく、この一日の記憶だけで何ヶ月かは幸せに過ごすことができると思った。ところが、ものの1週間後、渡辺のささやかな幸福は跡形もなく破壊された。不幸の元凶はまたしても和田市長である。月曜の起床前、特別外出から帰ってきた和田市長に揺り起こされた。おい、鍋、起きろ。お前の馴染みにしてる3号店のメロンな。メロンがどうかしたんですか？まさか交通事故で死んだとか言うのではあるまいと渡辺は息を詰めた。だが交通事故の方がまだマシだった。あいつ素顔がいいな。怒りを感ずる前に背筋が寒くなった。それどういうことですか？どうもこうもゆうべあいつのアパートに泊まったんだ。泊まったとは？そりゃお前まさかベッドを貸してもらったわけじゃねえよ。化粧を落としたら素顔の方がずーっと可愛かった。で、まあ聞け。すげえ好き者でな。晩に2発。今さっき起き抜けに1発やってきた。今度鍋も可愛がってやってくれって言ったら、そのうちねだとよ。だがな鍋、あれはいい女だからお前にはもったいない。手出したらぶっ殺すぞ。いいな。付き合うってことですか？ずっと。当分はな、顔もいいが体もいい。具合はもっといい。殺してやる。殺してやる。殺してやる。嫉妬などは飛び越えて殺意ばかりが煮えたぎった。顔も見たくない。声も聞きたくない。必ず殺してやる。起床。起きろ鍋。身震いをして渡辺は眠りから覚めた。何時ですか？0430。よく寝たな。ぼんやりと膝を抱えて、もしかしたらこれも夢かもしれないと考えた。この見渡す限りのすすき原と火山灰の原野で2万人の兵士が戦争をしている。年末恒例の師団対抗演習はやがて4日目の朝を迎えようとしていた。なんだか嘘っぽいですね。夢でも見てるみたいです。しゃばっ気が抜けてないなお前も。こういう演習に5回も出ればそんな風には思わなくなる。本気になるってことですか？いや、演習は演習だ。ドンパチやったってみんな空砲だからな。ただそのうちシャバの話がみんな嘘っぽく思えてくる。親兄弟がどうだとか、銭金がどうのとか、好いた惚れたとか、そっちの方が夢みたいな気がしてくる。へえ、なんだか都合のいい話ですね。そう、都合がいい。何せ自衛隊は訓練のための訓練だけしてりゃそれでいい。戦争はしない。ソ連が攻めてきたら？その時は世界の破滅だろう。ところで鍋と和田市長は装具をガチャガチャと鳴らして渡辺の背後に立った。不意に頬を冷たい鋼で叩かれた。これは
なんだ？とっさに腰を探った。銃剣がない。お前さっきサクサクススキを買ってたろ。刃引きしてある銃剣がなぜ切れるんだ？あ？銃剣の刃がちくりと頬の皮を削いだ。日向山の陣地で研ぎました。いつの間に？保証に立っている時です。どうやって？ヤスリで。ああ、ずいぶん準備がいいな。で、何のために？和田市長を殺すためです。渡辺は刃から身をかわすと和田市長の腕に組みついた。途端にみぞおちを膝で蹴り上げられ、続けざまに強烈な肘打ちを顎に食らい、鉄棒を飛ばして斜面を転げ落ちた。かわいいこと言うじゃねえか。もともと見どころのあるやつだとは思っていたが、これは面白い。殺し合いをしようぜ。和田市長は64式小銃を拾い上げ、足を畳んで渡辺の足元に投げた。だがヤクザみたいな切った張ったはごめんだ。報告するにもかっこ悪い。続けて投げられた銃剣が小銃の脇の砂にブスリと刺さった。着剣しろ。我が国では帝国陸軍の昔から戦闘の最終のケツは歩兵の銃剣突撃と決まっている。それで行こうぜ。ただしお前は初段で俺は三段だからハンデをつけてやる。何ですかそれは。見ればわかるだろう。お前の銃剣は研いであるが、俺のははびいたままだ。もっとも刺さったらその分痛そうだけどな。殺してやる。刺し違えてでも殺してやる。こいつは全ての不幸と不運の元凶だ。殺されたって構わない。こいつを殺してやる。渡辺は研ぎ澄ました銃剣を小銃に装着した。ゆっくりと勾配を下りながら和田市長は言う。誰も見てやしねえ。石膏に出てふざけ半分にチャンバラごっこをしていたら殺しちまったということにしよう。どうせ3日3晩も寝ず食わずでどいつもこいつも頭がおかしくなっている。ちっとも不自然な話じゃない。刑務所には行くだろうが、1任期か2任期のお勤めなら自衛隊にいたって同じことだ。演習や経営勤務がないだけマシってものさ。遠慮するな。剣先を少し下げた。心臓めがけてついてきたら下胴を狙ってやる。それで相打ちだ。次の瞬間、繰り出された和田市長の剣は渡辺の剣鞘を裂き、渡辺の剣先は和田市長の脇腹をかすめて肺嚢の裏側に刺さった。二人はそのまま抱き合うように斜面を転げ落ちた。すすきの茂みの中で二人は銃を捨てがむしゃらに殴り合った。さすがに息が上がって相手を突き放し、仰向けに寝転んだのは東の地平が薄赤く染まった頃だった。人を殺すな、やっぱり難しいな。真っ白な息をせわしなく吐きながら和田市長はしみじみと言った。不意をつかなきゃダメですね。それが一番難しい。バカくせ。行こうぜ。どこへ？当初の作戦通り3時の方向。どうせ夜が明ければ状況終了だ。砂の上に銃を引きながら渡辺も後に続いた。体がバラバラに壊れてしまっていた。どういう報告をするんですか？第一小隊石膏和田市長渡辺一氏は馬の頭付近において敵情を偵察中、優勢なる敵一個班と遭遇。一個小隊にしませんかそれ。そうしよう。優勢なる敵一個小隊と遭遇。戦闘の後
次郎右衛門塚方向に転進。渡辺は中隊長の口ぶりを真似た。大丈夫か和田、怪我はどうだ？はい、大丈夫であります。ただし激しく抵抗いたしましたので、敵には相当の被害があると思われます。紹介がありましたらよろしく願います。おう、そうか、よくやった。そんなことは任せておけ。ところで敵の部隊名は？暗夜につき不明、13師団機下の普通科部隊であると思われます。おい、下手すら表彰者だぞ。乳色の霧が斜面を這うように砂地を登ってきた。星々が柔らかな光に飲まれていく。渡辺は歩きながら口にあふれる血を吐き捨てた。次郎右衛門塚からさらに西に歩いた森の中で、渡辺は和田市長と背中を合わせて眠った。つまらない夢を見た。悪い酒飲みだった父と新しい家庭を持って幸福になった母とが眼首揃えてすまんすまんと詫びている夢だ。殴り殺してやろうと思ったが、そのうち馬鹿らしくなって、分かった、もういいよと言った。言ってしまってからたまらなく惨めな気持ちになった。小鳥のさえずりで目を覚ますと、身じろぎもできぬほど体中が痛んだ。何時だと背を向けたまま和田市長が言った。0840。状況終了しちゃったんじゃないですか。第一小隊総員30名、行方不明2名、現在員28名か。小隊長は青くなってますよ、きっと。知るか。こっちは30人相手に戦ったんだ。起き上がった和田市長の顔は試合を終えたボクサーのように膨れ上がっていた。血とグリーストにまみれてまるで化け物だ。目が見えねえ。どうなってるんだ？どうやら渡辺の目がうまく開かないのも寝不足のせいではないらしい。二人は顔を見合わせてうんざりとした。来年の決勝戦の相手はお前かもしれんな。3月には除隊します。よせよせ。自衛隊出身は潰しが効かん。シャバに出たって苦労するだけだ。殴られないだけマシです。何？陸士長になれば殴る側だ。お前が後を継げば俺も楽ができる。朝っぱらから熱発終身。森市長みたいにですか？なあ、俺が二等陸士の頃は森市長に毎日ぶん殴られた。嫌な役目を俺に申し送ってめでたくご隠居さ。その頃窓際の日当たりのいいベッドにはやはり熱発終身の古い陸士長がいたのだろうか。もしかしたらそういう永内藩の習慣はずっと遠い昔から連綿と続いているのかもしれない。戦の勝ち負けとも一切関係なく、ずっと遠い昔から。不意に麓から砲声が起こった。迫撃砲と戦車砲の一斉砲撃だ。何ですか？小銃の静車と機関銃の銃声が続き、一塊の歓声が上がった。突撃発起だな。いよいよ大詰めらしい。立ち上がって裾野に目を凝らす。遥かな先に硝煙と砂ぼこりが上がっていた。さて行くか。石膏任務終了。これより正体に復帰する。装具点検せよ。偽装の残骸を取り除き、泥まみれの作業服を整える。実戦でもこれほどボロボロの格好にはなりませんね。一個正体と戦って生き残ったんだ。この姿を見れば中隊長は泣いて喜ぶ。その時渡辺は木立の間に不思議な光景を見た。森の向こうに青々とした芝生が広がっている。
水を満々とたたえた池、朝風に翻る黄色の旗はまさか大気ではない。ゴルフ場ですか。信じたくねえな、こういうの。派手な身なりのプレイヤーが芝生の上をのどかに歩いてきた。カートを引いたキャディーが付き従っている。ベトコンと遭遇した方がまだ信じられますね。教会とかないんですか？そんなものはもともとないのか、それとも気づかずに踏み越えてしまったのか。向こうもびっくりしてますよ。どうします？プレイヤーたちは2人に気づくと、まず立ち止まって仰天し、それから声高に笑い出した。自分たちが迷い込んだのではないと渡辺は思った。あいつらが俺たちの世界に踏み込んできたのだ。ぶっ殺しちゃいましょうか。それも大人げない。弾残ってるか？渡辺は弾嚢を調べた。 7.62 ミリ空砲弾の弾倉が2個、残弾40発。よし、残弾処理をしていこ和田市長はまるで銃座にあるように控えつつの姿勢をとり、号令をかけた。目標正面の敵距離200。目標正面の敵距離200。て引き金を引くと連発の衝撃が疲れた体を心地よく解きほぐした。弾倉かえてプレイヤーもキャディーも悲鳴を上げて逃げ去った。撃ち方やめ、突撃に。突撃するんですか？バカ、クラブハウスに突撃したら大事件だ。これでも大事件だと思いますけど。2万人のアリバイを調べるほど警務隊は暇じゃない。逃げるぞ。飛び散った空薬莢をかき集めポケットに詰め込むと、和田市長は身を翻して森から駆け出した。突撃に前へ。森を抜けると果てしもない火山灰の斜面が広がった。遅れるな鍋、ぶっ殺すぞ。はい。疲れ果てた体の一体どこにこんな力が残っていたのだろう。このまま背中に翼が生えて鳥になっちまうんじゃないかと渡辺は思った。霧が嘘のように晴れた真っ青な冬空に状況終了のラッパが鳴り響いた。浅田次郎作講談社巻歩兵の本領よりバトルラインを一部割愛して朗読しました。ドコモ Sounds of Story 浅田次郎 Library。 日本を代表する小説家浅田次郎の短編小説をフィーチャーしてお送りするプログラム、ドコモ Sounds of Story 浅田次郎 Library。 今回のストーリーテラー三浦貴大さん、バトルラインを朗読してみていかがでしたか？今回朗読をさせていただいて、初めての、朗読だったので、もうかなり難しくて、声だけで表現するっていうのがなかなかないことなので、すごくいい経験にもなったし、自分自身の課題にもなったので貴重な経験でした。登場人物の人物像についてなんですけど、2人とも、ちょっと普通じゃない人たちなので、本当にキャラクターが、僕自身は渡辺という役はすごくやりやすかったんですが、そうですね、自分が自衛隊にいて和田市長のような人が上官にいたら、いやかなり恨むと思いますけど、渡辺みたいに本当に殺しに行ったりはしないと思いますね。
自分が偉くなるまでひたすらに耐えるかなと思います。声優さんと、一緒に朗読させていただいて、やっぱりもっとこうしてっていう注文にこうすごくレスポンスが早くて、こういうところは本当に声の芝居じゃなくて、映像の芝居でもすごく役に立つんじゃないかなと思って、そのあたりも勉強させていただきましたね。はい、そして三浦貴大さんからお知らせです。現在公開中の映画あなたへに、出演させていただいてます。この物語は高倉健さんが主演で、亡くなった奥さんの故郷に向けて旅立つ、ロードムービーになっています。すごく最近にないとても純粋な日本映画という感じで、どの年代の方でも楽しんで見ていただけると思うので、ぜひ劇場でご覧ください。三浦貴大さん、ありがとうございました。ドコモ Sounds of Story 浅田次郎 Library 81.3 J-Wave